国債を財源にすれば消費税を廃止できる。令和新選組以外でも話をする人がいます。インフレに弱いとか不安定下げにも思いますが、日野木さんどう捉えられますか？まず、国債をいっぱい発行するとどうなるかというと、流通する円が増えるので、結果として円安になります。で、今の日本の価格がなぜ高いのかというと、円安のせいで外国から仕入れるものが高いので、結果として価格が上がっています。で、価格が上がってるのは、めちゃめちゃ会社が儲かってみんなが物を買うから高くしようではなく、海外から仕入れるのが高いから、結果として価格が上がってしまうっていうので、人々の可処分所得がどんどん減ってる形の物価が上がってる状況なんですよ。なので、国債をバンバン吸って、円を増やせば増やすほど、円安になって、物価が上がって、生活が苦しくなるよねっていうのは、もう今、皆さん体験してますよね。要は国債をいくらでも発行していいんだって言ってる頭のおかしな人がちょこちょこいるんですけど、それやると円安になって大変になるよっていうのは僕結構前から言ってたんですけど、ようやく実感して、あ、こうなるんだ、円安になって不景気ってこれなんだっていうので、みんな体験したので、もうさすがに分かっていただけるんですけど、いまだに国債バンバン吸っていいんだって言ってる人がまだいるっていうのが、いや、分かんない人ってすごいなって思うんですよね。15年ぐらい前に、そのニコ生とかで、常念さんと僕が会話をするっていうのがあって、で、その円安にすれば日本は豊かになるんだっていうのを常念さんが言ってたんですよ。で、いやいや、そんなわけないよっていうのを僕言ったんですけど、今もう円150円でめちゃめちゃ円安なんですよ。あの当時でね、100円とかで、120円とか、ね、円安になれば、もうものすごい円安だよね。それぐらいになったら超好景気ですよみたいなこと言ってたんですけど、今もう1ドル150円じゃないですか。全然景気良くなってないでしょっていうので、なので、そのなんか、円安になればいいとか、国債をすればいいとか、その、一点何かをするだけで、日本の経済が良くなるみたいな、そんな簡単な話ではないんですよ。要はそのなんか、通貨をちょっといじったら、みんな金持ちになってうまくいきますとかじゃ、そんな簡単なのだったら世の中潰れる国なんてないですよ。なので、結果として要はいろいろな複雑な要素が絡み合って、で、物が売れる、売れないとかあって、結果として今日本というのは不景気だよね。なので、その通貨を多少いじるとか、国債を多少いじるぐらいで、日本の不景気というのは、なかなか解決するのは難しいよね。で、日本が GNP、世界4位に落ちると言われてるんですけど、で、その3位に上がってくるのがドイツなんですよね。で、ドイツの人口が8000万人で、日本の人口が1億2000万人で、なので4000万人も日本の方が人口が多いのに、そのドイツの国民が作り上げる付加価値の総額 GNP の方が金額が大きいと。で、なんでかっていうので、労働者の人数で比較すると、そんなに変わんないんですよね。要は、例えば、インドとかだと、平均寿命50歳いくかどうかぐらいなんですよ。なので、年金問題みたいなのないんですよ。で、中国も年金問題ないんですよ。払わないから。要は、長生きした老人というのは、金持ちで自分の生活費を払える老人が長生きしてるだけで、そうじゃない老人は死ぬっていうのが中国で、で、北欧とかも、なんか割と北欧は医療がちゃんと福祉とか手当があるよねって言われてるんですけど、確かスウェーデンって80過ぎると、もう延命治療的な治療しないんですよね。で、コロナの時も65歳以上の人はもう治療しませんとか、あと日本だと、お腹に穴を開ける、で、こう、栄養を入れるっていう手術が、まあ、保険適用されるんですけど、保険適用されて、僕が知る限り保険適用される国、胃ろう、先進国で胃ろうが保険適用される国ないんですよね。事故に遭いました。で、顎が取れちゃったから一時的に胃ろうというのは保険適用されるんですけど、高齢者だから胃ろうが許されますっていうのって日本しかないんですよね。でも日本もそのなんか保険の金額が下がったので最近胃ろうされなくなったみたいなんですけど、っていう感じで割とその高齢者に対してお金をいっぱい払わなければいけないよねっていうところと、あと介護の人たちっていうのがいて、あの、いい悪いは別にして事実の話をします。例えばじゃあ高齢者で介護をする人が暮らせない人が2000万人いたとしましょう。で、そうすると2000万人の労働者が高齢者の介護という仕事をします。で、他の国はその2000万人が自動車を作りますとか、家電を作りますとか、IT 企業を作りますっていう形で、海外に売れたり、物を作ったり、価値を作ったり、ブランドが高くなるものを作るんですよ。
例えばじゃあそのおしゃれな服を作って、で、そこになんかこう C っていうマークをつけて、で、その人がなんかシャネルさんっていう名前で、その人たちが100人ぐらいがシャネルさんの服を一生懸命作って、そのなんか原材料で言ったら5万円ぐらいなんだけど、なぜかそれが20万円で売れるみたいな、っていうののブランドとかをいろんな人が作るんですけど、介護の仕事っていうのは残念ながら新しい価値が生まれないんですよ。なので、その年金でお金が取られたよね、取られて大変だよねっていう部分はお金の問題なんですけど、その介護をするという労働者がその労働をし続けることで、未来に新しい価値が作れるかというと、残念ながら新しい価値というのは全く作れないんですよ。もちろんその介護された人はありがとう。で、介護されている家族はありがとうではあるんですけど、ただそのじゃあ介護歴、例えばじゃあ20歳からずっと介護の仕事をしました。60歳です。40年間介護の仕事をしました。その人が社会に作り上げた価値は何ですかって言われると、その助けた人はもうみんな死んじゃってるから、価値残ってないんですよね。なので、その満足感とか安心とかっていうのは確かにあるんですけど、ただその GNP だったりとか、その価値を作りましたかっていうのでいくと、価値作ってないよね。でもそこに労働者がどんどん使われてるよねっていうのがあって、なので日本ってなかなかきついよねっていう状況で、ドイツが日本よりも人口が少ないのに GNP 高くなりましたっていうのがあって、なので先進国は日本の状況を見て、あ、この国はまずいな、こうならないようにしようっていう感じで多分対処していくんじゃないかなと思うんですけど、要は高齢者先進国と日本は言われてるんですけど、こういうやり方をするとまずいよねっていう悪い例になっちゃってるんじゃないかなと思います。前回のより100区で万博の責任者が予算も資産を全く知らず執行することは政治家で許されないことではないかというのに怒りを感じた。国民は将来の経済発展をさに何も根拠もなく多額の決をつぎ込むのであれ、下げてしかない。本物の政治家であれば損切りを謝罪することも正義ではないのか、それができないならこれまでの期待を全て裏切るどころかもう割れたと思った。だからひろきさんがあれほど真顔で真剣に答えたのですか。いやー、だから僕ね、維新はまだ切れると思ってるんですよ。要は万博これ無理だから諦めますっていうのが、まだ可能なぐらいの柔軟性のある組織なんじゃないかなという期待をしていて、でその自民党が作った既得権益を壊しますは別に立憲民主党でもできるんですよ。でも自分自身が作った利権構造で失敗だったものを壊すってすごい覚悟がいるんですよ。でその利権構造って別に悪でもなくて、その当時は正しかったものがずっと続いていて、で、例えばじゃあ、フランスから、日本にチーズを輸入します。で、その時に関税がかかります。で、その関税ってどこに行くか皆さん知ってます？別に日本人の使う日本政府の予算になるわけではなくて、謎の利権団体に落ちて、謎の利権団体が、なぜか牛乳業界に勝手にお金配ってるんですよ。なので、僕がじゃあ、フランスで500円で買えるバターを日本に持っていくと、税金払うと3000円ぐらいになって、2000円ぐらい税金取られるんですけど、その税金って、関税ってどこに行くかっていうと、謎の利権団体が使ってるだけなんですよ。でもそれっておかしいよねっていうふうに、でも日本のその酪農を守らなければいけないよね。だから安い酪農から作られるチーズ、バターというのに関税をかけるべきだよねという、もともとの哲学自体は僕も確かにそうだよねと思うんですけど、でもその後入っていくお金を俺ら自由に使ってるよねっていうのが既得権益だよねって話で、なので、それを壊せるかどうかって、自分たちで作って正しいと思ったものが壊せるかどうかって、結構難しいんですよ。なので、ちょっと前に日本保守党の百田さんの話をしたと思うんですけど、あの、これ俺らの判断間違えてた、ごめんごめんって言って、直せるか、一回決めたものはもう決めたから間違ってると薄々気づいても東京オリンピックはやっちゃいますっていう話なのかっていうのって、日本は間違ってると気づいてても日本陸軍が突き進みます、東京オリンピックはやっちゃいますっていう国なんですけど、それが既得権益を維持し続けるので、なので自分たちがやったものだとしても間違いを認めて謝って、で、協力していただいた味方に対してもごめんなさい、損をさせてしまいます、すいませんって言えるっていうのが、僕はその正しい、長期的には正しいと思ってるんですよ。要はその正しかっ
その時に正しかったものが20年後に間違えてたよねっていうのはよくあるものなんですよ。で、その社会の変化というのはだいぶ早くなってきているので、なのでその5年前は正しかったとしても、もう5年後の今これ間違ってたよねっていうのは、もう誤って、これ無理っす、間違ってました、すいませんっていうので変えるっていうのをいかに早くやるかという時代になってるんですけど、なのでその間違ってたものはとっとと謝って、もうごめんなさい、支援していただいたんですけど、無理っすっていうのを言えるっていうのは正しいと思うんですよね。青島幸男は偉かったなっていうのが、多分今の若い人って分かんなかったと思うんですけど、都市博っていうのがあったんですよ。で、都市博っていうのをやろうとしてて、そのお台場で、3000億円ぐらい払って、都市博っていうのをやりますって言ったんですけど、その役者であった青島幸男さんが都知事に立候補して、都市博やりませんっていうのを公約で言ったんですよ。で、青島都知事が受かった後も、都市博の調べたら、開催すると3000億円。で、誤って、もうやるって言ったから謝るから、賠償金払わなきゃいけないんですよ。で、賠償金払っていくと、3500億円とかで、賠償金払った方が高かったんですよ。要は、賠償金払った方が高いんだったら、やった方がいいでしょっていうふうに思いがちなんですけど、青島さん、都市博ちゃんと中止したんですよ。要はその、賠償金払うぐらいだったらやった方がいいよねっていうのは、合理的には正しいように見えるんですけど、これって物事を組み立てた時に、組み立てる側がやるんですよ。例えばじゃあ東京都がオリンピックやるのに3兆円借りますってなったじゃないですか。で、都市博失敗した、やめます、中止しますっていうと、2兆円ぐらい払うみたいな契約に確かなってたんですよね。なので、その失敗して辞めたとしても、これだけお金払うことになるから、だから続けた方がいいですよねっていうレトリックのために、賠償金を高い形で契約するっていうのを、契約する側がやっちゃうんですよ。なのでそうすると、いや、これ間違ってるよねってなっても、突き進むというエネルギーが強くなっちゃうんですよね。なので、突き進んだ方が正しいよね、合理的にはなるよねと言ったとしても、間違ったものは間違ってるっていう認めるっていうのをやらないと、じゃあ、例えばじゃあ、新しくじゃあ、もう一回じゃあ、富山都市博みたいな、富山万博みたいなやりますって決まったとしますと、富山に万博呼んでうまくいくわけないじゃんと、みんな思うじゃないですか。でも、富山万博やりますって国が言った瞬間に、中止したら、違約金これだけ払いますって契約をバーンって作っちゃうんですよ。なんでそうすると、中止したら2兆円払います。でも、都市博を随行したら失敗は3000億円で済みます。3000億円失敗するか、2兆円払うか、どちらがいいですかっていう契約をさせちゃうんですよ。これ毎回やるんですよ。なのでそうすると、やった方がいいよねってなると、どんどんお金は減るんですよ。なので、その賠償金払うという契約は良くないよね。で、もともとちゃんと精査して契約すべきだよねっていう構造にしなきゃいけないんですよ。なので、その痛い部分は多分大阪万博失敗したとして痛い部分があるし、多分表向きの金額の損失は大きくなると思うんですよ。でも、日本の政府、地方行政は損切りをするよね。間違ったことは間違ってるって言うよねっていう、そこのその間違いを認めるというのをちゃんとやるっていう構造を作った方がいいんじゃないかなと、僕は思います。大阪の人ではないのにね。でも、大阪の人たちはこのままやっちゃうと思うんですよね。いや、これ大阪の人たちはっていうか、結局これって日本の構造なんですよ。もうだって、俺たちやるって言っちゃったんだからやらざるを得ないでしょっていうのが大阪の人たちの言い分で、でもこれって日本政府の自民党と公明党も一緒で、俺たちやるって言ってるからやらなきゃいけないよねっていうので、ずっと既得権益が生き残り続けるって話なんですよね。